大誠級フィルムのヒロト。どうです。どう今回なんですけれども、はい、ちょっとね、今回いつもと違う撮影です。違う、いつもと違う。そう。まあ何が違うかというと、はい、稀にあるんだけど、僕がね、まあ不動産業やってるじゃないですか。で、まあそうなってくるとさ、やっぱアパートとかマンション、一軒家ありますね。幽霊が出ると。ただ今回、幽霊が出ると言ってもですね、ビルです。ビル？そう。雑居ビルみたいな。まあオフィス、そう、オフィスビルなんですよ。場所は伏せますけれども、いわゆる駅前にあるさ、もう雑居ビル、まあいっぱいあるんじゃないですか。あるね。で、駅前ってさ、ちょっと栄えてたりするとさ、まあ我々ね、地元でいうと名古屋ですよ。のね、名古屋駅周辺とかね、まああとは栄錦なんていう、あの辺の雑居ビルすごいいっぱいあってさそうだね。1階は綺麗だね、マックとか入っててさ、で2階ぐらいまではまだなんかちょっとさ美容室とか入ってさ、でそれが10階建てぐらいなんだけど、3階から上何してんのっていうぐらい、そうだね、真っ暗でそうやばいじゃん。あるね。そんな感じのもう築4050年の雑居ビルの一番上の階なんですよ、今回行くの。一番上。そこではですね、幽霊が出ると言ったことはもうこれ有名でして、本当に実害が出ちゃってるらしくて、今そこがそんなにね広いビルじゃないんですよ。もうその階はそのオフィスだけしかないっていう。なんで1フロア1オフィスみたいな感じだよね。今回行くその、まあ、いわゆるテナントなんですけれども、屋上のすぐ下の最上階でね、なんですけれども、もう今ね 6,7 年空きです。ずっと空き、いわゆるスケルトン状態、まあ、何にもない状態なんですね。でね、もう本当ありがちなんだけど、どういう実害が出てるかというと、もうすぐ入れ替わっちゃう。もう何回も入れ替わっちゃうんで、でその理由がやっぱりね、皆さんお察しの通り幽霊が出るからいうことなんですよ。縁起悪いし、まあそうね、っていうのもあるし、幽霊が出るね、そういうふうにさ、入れ替わり激しい場所ってでもあるっすよね。まあ幽霊が出るね事業所で縁起悪いって、だから僕らが入りゃいいんで、本当はそこにそこスタジオにすればそんないいことないんですけど、確かにまあそんなこともあってですね、これまでもう 3,4 回切り替わってるらしい。で最後のまあいわゆる入居者に至っては普通のなんか事務機器販売の会社が入ったらしいんだけど、もうものの半年もせずに夜逃げだそうです。だからもう、まあ、金目のものは持ってったっぽいんだけど、机とか古いコピー機とか、全部そのまま置いていっちゃったらしくて、でそれはオーナーが処分したんですよ。そこから空き家です。でそれでですね、私だからその、まあ、一体じゃあどんな曰く、どんな幽霊が出るっていうふうに言われてるのかってことを聞いたわけですね、そのオーナーに。これちょっとおかしな話、気持ち悪いんだけど、夜中に、まあ、女性の声が聞こえるって言うんだけど、その声も楽しそうに歌ってるような声が聞こえると。で従業員のうちの一人が夜中に例えばまあ残業で残ってたりするじゃん。そうするとその真っ暗なさオフィスの真ん中でさ、女性が踊り狂ってるんだって。踊り狂う影を見てるって。その前の入居者とかも似たようなことを言って「気味が悪いです」っつって「お祓いしてください」みたいな感じで、まあそのうち出てっちゃったりとかいうことがあったらしいんですね。じゃあなんでそんな女性の幽霊がねその場所に出るのかっていうことを聞いたんですけれども、心当たりがあるって言うんですよ。心当たりあるんだと思って。そうだね、珍しいよね。確かに幽霊が出るのに心当たりがある。何かあったんですかって聞いたら、もうもっともっと前、もうそのオーナーは先代から受け継いだビルなんですけれども、その先代の時にもうそれも4、50年近く経ってますから、その間に屋上から女性が飛び降り自殺してるんだって。マジの。で結構騒ぎになったらしくてマジの事件が起きてるんですよね。まあこれ聞いて僕だから歌舞伎町ってさ、そういう事故物件になってないビルのが珍しいとかって言うじゃないですか。まあそこまでとは言わずとも、まあ栄えてる場所ではあるので、そこも昔を遡れば、まあ、若い女性がその屋上から飛び降りちゃってるらしい。で今回ね僕らが今から行く場所っていうのがその屋上のすぐ下のフロアだから関係があるんじゃないかっていうのと、もう証拠があるのよ。証拠もうね、それですねっていう、もう確定できるような証拠が実はあって、屋上あるじゃないですか。屋上の清掃っていうのをね、雨漏れとかね、しないようにさ、こう定期的にペンキを塗る防水シートを貼るとかあるわけですよ。でそういった時になんか点検口みたいなところを何十年ぶりかに業者がバッと開けたんだって。そしたら中にゴミ袋があって、でそれを開けたら
汚い薄汚れたウェディングドレスできたんで。マジでなんかそれ関係あるっしょ。いいね、絶対あるやつよね。あろうことかですね、それそのままらしいんですよ。そのまま今もちょっと待ってください。そうまだ置いてあるってこと？置いてあるんですよ。何が起きたかは定かではありませんが、なんか関係あるよねっていう。だから今回のケースで言えばですね、まずそのフロアには夜中に踊り狂う女性の霊が現れるっていうのと、屋上に汚れたウェディングドレスがあるということなんですね。早速この謎に迫っていきたいと思います。では行きましょう。はい、はい。はい。ではですね、ちょっともう目の前なんですけれども、まあ当然ながらね、このビル自体は営業を他のフロアはしておりますので、こっちの共用部分だとかっていうのは当然映せないわけですけれども、早速今もうすでに問題のフロア入ってきております。はい。まあこのドア開けるともうフロアってことですけど、真っ暗。そうだよね。本当に何もない感じの。何もない。ちょっとこう見えますけど、中が。まあやっぱりちょっと年季入ってるよね。もうこの時点で。相当古そうには見えますね。そう。じゃあちょっと入ってみようか。はい。お邪魔します。邪魔します。古いよね。相当古そうだね。まあやっぱり埃が溜まってるね。もう随分前の入居者が出てから空きの状態が長かったっていうことなんで。なんか壁もこうすすぼけてるというか、ちょっと汚れが結構ね、目立つですね。ちょっと一回じゃあ、見て回ってみましょうか。はい。まあそこが入り口だから、入ってきて、ここがメインフロアなのかな。事務所みたいな感じだったのかね。そうだね。こうなんだ。ここは収納押し入れか。そういう感じか。まあでももう確かにすでにまあ幽霊が出るって言われてて一人ですなんか閉店作業的なことをここでやったら怖いよね。いや絶対怖い。やっぱ空中階だから、車の音とかが遠いんだよね。街の音が遠いから、これね、皆さんも聞いていただいている通りですね、かなり静か。喧騒が程遠いですね。シーンとしてるね、ほんとね。だってこれまださ、外はまだ大通りなんで、車通ってますんでね、けど全く聞こえない。静かです。これは不気味。これ嫌だね、これ一人にされたら嫌だな。そうだね、その街との距離があるっていうのがね、怖いよな。一人ぼっち感があります。でこっちこれやっぱ古い建物だと建具だとかも全部古いし、全部すりガラスだもんね。ね。あ、これあれだな。これあれですね。屋上につながる階段だな。通路だとかタイルが他のね、フロアと一緒なんで、ちょっと映せないということなんで。で覚えとこう。後で屋上ね、必ず行きますんで、ここは屋上。湯沸かし室。WC 会議室。本当そうだね。会社で使ってたって感じだよね。昭和の事務所。ああ、本当だ、もうザ給湯室。まあちなみにですね、今もう夜中12時を回っておりますんで、まあ当然ながらこのビル、もう他のフロアも誰もいないです。トイレ。はい。小便器があって奥和式だ。今あんま見ないよね、和式。ないね。ちょっとさ、変な違和感ないですか？いつも僕らさ、こういうところ来ても廃墟じゃないですか。そうだね。もっとぐちゃぐちゃ、めちゃくちゃのゴミだらけでって感じだけど、やっぱり空き家なだけで
管理をされてるから、まあ人は全く踏み入れてないだろうけど、廃墟とはやっぱ違う。まだ綺麗。ね。これは、この屋上へつながる階段下ですね。じゃあ、物置収納。会議室へ入ってみようか。うわー、すごい。事務所だ。そうだね。このなんか資料室的な。これこう。そういう感じね。これ。自動で戻ってっちゃうじゃん。更衣室。なかなか今でもこんだけ貼ってあるとこってないっすじゃない。相当古い場所じゃないと。更衣室なんだ、ここが。なんかびっくりした。中に人がいるかと思った。いやでもすりガラスだからね、いたらそういう風には見えちゃうの可能性。トモさんが反射してんのか。人がいるかと思った今。びっくりした。怖っ。何にもないね。ここら辺にさ、こうやって人がいるように見えるの、このすりガラス越しに。俺の立ち位置的に多分そういう風には映らないかな。反射じゃないかな。この上、屋上が飛び降りがあったと、いうことを言われていて、そこに先ほど説明したように、なぜか誰のものか、いつそこに捨てられたかわからないウェディングドレスが。ただよくね、僕もビル管理みたいなことをしていた時にも、やっぱそういったいわゆるパイプスペースって言われるような場所をね、開けるとね、中にタバコの吸い殻が落ちてたりとか、掃除用具がしまってたりとか、まあひどい場合は本当にゴミがね、そこに詰め込まれて退去していくっていうこともあるんですよ。ただまあウェディングドレスのもう意味がわからない。これまでこのフロアでそういう、なんだろうね、ウェディングドレスを使うようなさ、結婚式プランナーみたいなのわかんないけど、そんなんが入った記憶もないということですし、まああとあるとすれば撮影スタジオとか、そう衣装みたいな、そういった過去もないみたいなので、そこで女性の霊が現れる。で、女性が亡くなっている。そこではウェディングドレスが見つかっているというのはちょっと気味が悪いですよね。繋がっちゃう部分があります。その女性の霊なのかどうかわからないけど、このフロアに現れるってことです。そう。ここで踊り狂う女性の霊が2択だよね。そっちか、こっちかだよね。そうだね。ちょっと一回会議室開けてみて。帰ろうとした時にこうやって。それ怖いな。もしくは本当そっちから、そっちから。そうだね。真ん中ら辺に。そう。ヒロ君の後ろの方も、そこでも十分怖い。めっちゃ怖いよね。めっちゃ怖い。で、驚いて恐る恐る。でも、あそこからじゃないと帰れないから。そう。恐る恐る、もう一回見たら消えてたとかね。いやなんか。めっちゃ怖くない？いや、ちょっと想像しちゃうよね。仕事終わってさ、ここの更衣室で着替えて、よし帰ろうって時がね。うわ、ほんとね、これがね、これが1階2階じゃないのが余計怖い、マジで。いや、ほんとそれね。かなり高いフロアなので、位置的に。それが怖いね。いや、怖い、マジね。そんなん見てさ、急いで外出ても、またそこからエレベーター乗って1階までっていうのが、ちょっと隔絶されてる感がかなり不気味ですね。ここで踊り狂ってる影が見えてたのかな。いや、怖いって絶対。あとは屋上から物音がっていう話もあったけど、聞こえるかなこれも屋上。どうなんだろう。でもここ雑居ビルじゃん。だからそんな普通のアパートと違ってさ、もうコンクリート像だからさ。でも飛び跳ねたりしたらなんか話し声みたいな聞こえない？なんか違うか。いや違うか。いや
っすらしてた。聞こえてるしてる。であとはこの1個下の入居者の方ももうここ最上階でさもうずっと使ってないと当然ながら電気代とかもったいないからこの最上階のフロアの階段から全部真っ暗なんですよ。さっきお伝えしたように階段とか共用の部分っていうのをさ他の営業してるテナントさんらの関係上移すことができないんであれですけど、もうこの1個下の階段からこのフロア今僕らがいるフロアも当然真っ暗。やっぱ気味が悪いと、なんかそこから誰かが覗いてるように感じる。だからそこだよね。そこのシャッター開けた階段のところから下のフロアを見下ろしてるっていう。こういうのさ、言っちゃダメなのかもしれんけど、ここだけじゃなくてさこの建物全体的にそういうなんかがある。いやでも、やっぱりもう何十年もさ、このビルはあるわけですけど、そういった相談が来るのは本当このフロアだけなんだって。あと屋上に登るのに室内を通っていくっていうのも特殊だよね。かなりそうだね。かなり変わってるよね。だからこのフロア自体が屋上付きのフロアっていうような意味合いになるんだけど、ただそれがくしくも飛び降り事故を誘発させてしまったのかもしれない。そういった作りがね。なんか確かに気味は悪いね。気味悪い。これ一人きついね。きつい。シミとかもさ壁のシミとかもなんか人の顔にちょっと見えちゃう。そうだよね。ちょっとペンライトだけにしてみようか。いやこれは不気味だぞ。なんか不動産目線で言ってもさちょっと見てきてとか言われたら絶対行きたくない。めっちゃ嫌。一人無理だね。行きたくないよ。昼間でもきついよこれは。昼間でも一人でこの雑居ビルエレベーター乗ってこのシャッター開けて一人で入って奥まで入っていくのはマジできつい。いや怖いよねこれ。なんかやっぱ住宅とは違う不気味な無機質感があるよね。住む場所じゃないから、本来この時間も常に誰もいないわけだから、本当はここに今もいる幽霊の時間なんだよね。本当はそうだね。その時間っていうのは逆に僕らがその時間を邪魔してるというかお互いのねテリトリーというものがあるとすれば、今僕らそれを犯してる状態だよね。もう何があってもおかしくないよね、それね。じゃあ屋上行ってみようか。そうだね。じゃあ屋上です。はい。もうこの鍵差しっぱも怖いんだけど。いや本当そうだよね。ずっとこんな感じなんだよ。一応こういうアラームもついてるのね。もう多分機能してないだろうけど。もしかしたらそういうことがあってっていうのもねありえるかも。こんなんだもんね。屋上ですね。結構でもこじんまりしたビル自体がそんなに大きいビルではないから、飛び降りてなくなったっていう話をしたじゃないですか。それ自体がもう本当かどうか分かんないし、かなりむごい話ではあるんですけど、この隙間から見つかったらしいです。マジで？下見えないもん。マジ？確かに全然見えない。ちょっとそれを想像するとさ、ここっつったら見つからんよ。見つからん。だから死後かなり経過してた。50センチぐらいしかない。ちょっと真っ逆さま。いやこれはきついね。きついね。いやちょっとやられるねそれも。そのウェディングドレスを探すか。なんかそれっぽいのなくない？待って、これじゃない？まさに点検口だね。でもこれぐらいしかなくない？確かに。他になんか入れれそうな場所ってないじゃん。ないね。これっぽくないか。どうやって開くんだ？開か
かない？そういうこと。上じゃない。あ、いた。あ、これあ、これだ。これや。あ、絶対これでしょ。やば。だよね。これだね。やった。やば。出す。いや、出すか。ちょっと、これすごいね。うわ手袋持ってくればよかった。いや、ほんとそうだ。うわやべえ。いや、ちょっと待って。マスクしてんのに、埃でちょっとやられた。いや、これウェディングドレスか？シーツみたいじゃない？うわあ、でも待って。なんかカーテンとか。ひらひらついてない？ほら、あ、ウェディングドレスこれ。いや、わからん。カーテンとかのゴミを捨ててったみたいな。なんかシーツっぽさあるけど。まあまあ、ただこれが幽霊の出てくる原因とは限らないんでね。まあ、確かに。確かに。まあでも、心当たりはあるっていう話は、オーナーさんがしてたんだっけ？だって声聞こえたよ、今。マジ？風じゃなくて？違う。マジ？普通に話しかけられたんだけど。マジ？怖え、ちょっと待って。いや、マジ？聞こえない？いや、わからんかったな。声？うん。わかんなかった俺。あ、結構風うんも吹いてるから、はいはい、それが聞こえたんじゃないっていう気もしないでもないけどな。まあ違うか。これさ、なんでこれパッと見で開けたんかな一回。なんでこれでウェディングドレスってわかる？確かに。まあとりあえず下持ってく。まあそうだね。でも、これは別になんか回収してきてくれとかっていうのはじゃないないんだ。うん。ウェディングドレスがあるあって、で誰がどのタイミングでここに捨てたかわからんっていう。まあ関係ないかもしれんけどね。まあ確かにウェディングドレスかもわかんないもんね。そう確かに。はい、持ってくか一応。ボロボロだし、ここだらけだ。やばいな。ひろく今さ、あの中からノック聞こえた。ノックしてた。今の音？うん、そう聞こえたよね。いやちょっと聞こえたっていうか、こっから聞こえたわけじゃないでしょ。いやあそこだと思う。これから？うんポンポンって？外じゃないの？外っていうか、いやでも俺中だと思うな。中なわけなくない？いやでもこれがコンコンっつって？そう、これじゃないの？いやちゃんと本当にちゃんとしたノックみたいな。これでしょ。キー刺さってるからさ、動かなくない？他なんもないでしょ。ちょっと待って、でも確実に聞こえたよ。ちょっと待って、なんもないよ。でもノックみたいな音はヒロ君も聞こえた？聞こえた。ノックっていうかゴゴンみたいなのは聞こえたよ。なんかこう叩くようなさ、隙間女彷彿としてしまうがあったね。確かにそれ。まあとりあえずちょっと行こう。そうだね。戻ります。はい。撮ってる今。撮ってる。やばくない？やばい。聞こえてたでしょ？いや、聞こえた。声してたよね。僕らが今戻ってきたら、ここにやんだのよ。ね。今状況を説明すると、屋上からこのウェディングドレスを持って戻ってきたんですよ。でカメラ回してなくて、まあこう撮れないんでどうせ、この中から撮影を始めようとしたんだよね。ここに来た瞬間になんか聞こえないっつってね普通に人がいるようなレベルで声してたよね。めっちゃしてた。急いでカメラ回したんだけど、本当聞こえてたのはものの数秒で、本当に僕らの気配を感じてやんだ。ね。今は聞こえてない。
回電気消してみるか。そうだね。そう。このペンライトのちっちゃい光でさ、一回気配消してみる。うん。見知って。やっぱり、ちょっと待って。ちょっと見てみて。電気つけていいよ。もう電気つけていいよ。もう確認しよう一回。タイミングやばすぎマジで。したよね。ここ何の音？ね。ちょっとやばいな。古いからきしみが鳴りますっていうことで説明つかんくない？つかないよ。ちょっと一回落ち着こう。そうだね。どうする？ちょっと向こう行くか。向こう行こうもう。ダメだ、検証だな。ちょっと落ち着こう。バタバタ。ここほんとやばいな。そりゃ誰も入んないわ。いや本当にそれはね、もう仕事どころじゃ、もうめっちゃ音するし、やばい仕事どころじゃないって。うわ、いや、ミシっていうのは建物が古いきしみもあるかもしれないけど、やなりみたいな。だけど僕らの来たタイミングに合いすぎだよね。いやほんとそれなんだよ。なんかいるとしか思えんよな。さっきここおる時さ、ヒロ君が言ってたじゃん、うん、今は俺らの時間じゃなくて、その幽霊の時間帯いやあると思うよ、ほんとそういうの。まさしくそういう感じだよね。ちょっと開けてみるから。そうだね。じゃあ僕がこれ開けてさ、まあ本当にウェディングドレスかどうかね、一緒に確かめて広げてみるんで、ちょっとトモさん一人検証を始めるか、早速。約束通り。俺が最初？ちょっとそうな。僕やりたくない。わかるよ。それは二人ともやりたくないでしょ。そこはなんかいつもみたいにないですね。俺っていうのがもう決まってるんですか？ウェディングドレスと言ったらトモさんなんで。でも確かに、分かんないけど、その踊り狂ってる女性の姿がね、なんか浮かぶのよ、脳裏に。うわー、ウェディングドレスだぞこれ。やっぱりあそこにずっとしまわれてた分、袋はすげえ汚いけど、ドレス自体がこんなに汚れてないの。うわ生活習がする。確かに。これ持ち主の生活習だよこれ。ちゃんとウェディングドレスだね。そうだね。かけさせてもらうか。大丈夫。スリウェディングドレスだな。お互い検証はしよう。そういうことね。ただ、トモさんの方で何かやばいことが起きれば一旦おしまいと。いやそれはしましょう。そういうことにしますんじゃあ。いやでもここほんと冗談抜きでちょっとやばいなマジで。ちょっとねマジでちょっと俺の方で終わっちゃう可能性もマジあるやつだよね、ここね。ほんと。じゃあとりあえずいいっすか、僕一旦これで。そうだね。もう本当に何か起きるまで交互に、一応今日はもう朝までここを借りておりますので、じゃあ頑張ってください。頑張ります。何かあったら連絡ください。電波は当然通じるんで。わかりました。では。手袋持ってくればよかった。いやほんとそうだ。うわやべえ。いやちょっと待って。
マスクしてんのにホコリでちょっとやられた。いや、これウェディングドレスか。シーツみたいじゃない。うまっ。はい、ではこんな感じでね、定点カメラ仕掛けてやっていこうかなと思います。一人検証を始めます。これ見えます？この定点カメラの映像もめちゃめちゃ不気味。なんで吊るしたんだろうなってちょっとね、本当何やってんのって感じですけど、本当今一人きりです。本当に音が全くしない。ここ一人ちょっとしんどいですね。二人でいる時から嫌な空気はしてたからね。このウェディングドレスもちょっと汚れちゃってるんだけど、なんだろう、ちょっとまあ多少の汚れはあるんだけど、すごい生活臭しますね。これなんだろう、メーカーかな。ちょっと待って、の名前あったんでちょっと今調べてみたんだけど、10年前ぐらいにもうなくなっちゃってるみたいですね。だから相当古いものであるよね。なんかあっち見てみようか。じゃあ安い、なんか女の人の声っぽいのが聞こえるよ。でもこの辺2人でいた時にあんまりよく見てなかったっすね。ちょっとこれ見てみるか。何ここ。なんかくせえなここ。ちょっと待って。髪の毛かと思った。これね、多分断熱材なんですよね。いや、焦った。今上からさ、髪の毛が垂れ下がってんのかと思った。カビ臭いというか、そういう匂いもあったし、じゃあここになんかあんのかなって今思った。うわ、焦った。ちょっとね、黒ずんじゃってて。まあやっぱり一人だとすごい気が張るというか、いろんなとこにいろんな神経を使う感じなんで、ちょっと少しのことでも敏感になっちゃうっすよね。まあ今のところ変化はなさそうですね。定点カメラが、動いてるね。これ3年4年ぐらい前、でかいホテルの廃墟で寝ちゃった時があったんですよ。その動画で最上階のベランダから白い物体がこう風になびいてたんですよ。であれがね、確かウェディングドレスだった。それを今俺思い出したんですよね。ちょっとこう見てみるか。このドアのきしみも怖いですよね。老婆がつってこう喉から絞り出してるような声に聞こえるよね。ここも怖いっすね。カット。なんか今音してたよな。踊る女性の霊が出るっつってたじゃないですか。それってこの先が出窓みたいな感じになってて、その女性が飛び降りた時に左右の壁にぶつかりながら落ちていく様、それがまるで踊ってるかのように見えた。その時のことを繰り返してるっていう可能性もあるっすよね。うわ、ちょっとゾワッとした。ちょっとゾワッとした。想像しだすと人って恐怖に飲み込まれるなって。どんぐらいですかね。それでも30分ぐらい検証してみました。ここのフロア一人でいろいろ見て回ったりしたんですけど、特にこれといって変わったことが自分はちょっと認識をあんまりできてないんですよね。なんか声みたいなのはずっとしてます。それ以外のことってちょっとあんまり空気はすごい重いです、ここは。
し。もしもし。もしもし。結構長いことやってますね。大丈夫ですか？そうだよね。30分、40分くらいやってるかもしれないね。もしかしたらね。大丈夫かな。僕もちょっと今電話しようと思ってたところですけど。二人でいた時から女性の声みたいなのって聞こえてたじゃない。それがどこにおっても、トイレでも給湯室でも更衣室とかあっちの方でも女性の声がしてる。ここやっぱり今でもしてるんだ。でも何か大きな事件は起こってなさそうですね。なんか声的に余裕があるような。そうだね。なんかその声はねちょくちょく聞こえるんだけど、それ以外のことっていうのが俺はちょっと感じられなくて、その声ぐらいかな。俺は一旦戻ってきます？もう一周したっすよね。もうそうだね。全体見た。全部ここのフロアは一通り見て、了解です。じゃあ一旦チェンジしますか。じゃあお願いします。はい。ちょっと何枚か写真撮って本当帰ろうかなと。このウェディングドレスですよね。なんかぼやけるな。なんかおかしいな。なんかぼやけてんすよ。ということで帰ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。戻ってきました。持ってきましたね。じゃあどんぐらいですか？30分40分。もうちょいやってたよ。もうちょいやってた。もう、だってバッテリーがもう交換なんでね。じゃあ結構1時間近くやってたのかな。やってたよ。じゃあ粘ったんですけど、あんまりなんもなかったんですなよ、ね。るほどなるほど。でも、電話でも喋ったんだけど、やっぱり女の人の声。こう、なんか、ボソボソってこう、何喋ってるかまでは聞き取れないんだけど、女性が感覚を開けながら喋ってるっていうのが、その時ずっと喋ってんじゃなくて。なるほど、なるほど。そう。常に語りかけてくるような感じはあったっすね。フロアは全部一通り見て回ったかな。屋上行ってない。屋上は行ってない。行ってない。はい。ではですね、ともさん、屋上編スタートです。待って。全部見る？もちろん。いや、それはさ、屋上行ってないんだ。屋上行ってないんですよね。なんかじゃあ、正当な理由があります？じゃあ、屋上行かないのも、しょうがないですねっていう理由があればあれですけど、なければもう、今から走って、駆け上がってもらっていいですか？エレベーター使わずに。いや、ちょっと待ってください。じゃあ、わかった。はい。言い訳させてください。はい。やっぱりさ、二人ともさ、同じ感じに見ても、あんま絵面的に面白くない。じゃあ僕に、屋上を残しといてくれた。そういうことです。そういうこと。いらないですね。じゃあ、ともさん屋上編。待って。4時間。いや、待って。今、だいたい体感温度4度ですけど、4時間屋上で待機してもらっていいですか？もう明るくなっちゃうよ。俺、責任持ってさ、やっぱりフロアやったっすよ。じゃあフロアをやって僕屋上っていう感じにしましょうよ、今回は。いや、ちょっとね、納得できないですけど、じゃあ、僕もでもフロアは気になるんで、フロアちょっと見つつ、屋上見てきます。で、定点カメラも、回しっぱなしにしてるんですよ、今。なるほど。そう。じゃあまずそれを確認して。それを確認して、回収がてら、わかりました。屋上を持ってやってもらえれば。はい。じゃあちょっと行ってまいります。はい。撮影始めたんですけど、おかしくないですか？ちょっとわかります？この、なんか、違和感っていうか。開いてたっけ？トモさんが開けてったのかな？ちょっと待って、やばい。はい、戻ってきました。ちょっと待って、もう。なんか見えた？入れないんだけど。いや、ちょっと、
確認しないと。でも開いてないよね。閉まってたよな。これさ、なんか今影待って、影見えてるよな。なんか違うか。こっち映してない。まあそりゃそうだよな、ドレスだよな。いやこれいるやん絶対。だっておかしいじゃんこれ動くの。見えないか。ちょっと開けるよ。それなんて。ほら、もうこういう風になるんだってこれ。待って、これストッパーがある。ストッパーがある。いやでもこれ外れないだろう。これが外れて、トモさんがこれかけて、いやそんなことありえないよな。誰かいんの？いない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 。ちょっと一回確認するか。怖えわ。無理無理。いないいない、誰もいない。ちょっとここ映せないけど、でもちょっとトラウマわけにいかんよな。これ忘れたのかな、やっぱ。いやちょっとびっくりしたマジで。こうなってたよな絶対。こうなってたんだよな。で僕が、あるとすれば、僕シャッター閉めて風が吹き込んで、あときしみでタイミングよくストッパーが外れた。それ以外考えられないよな。ちょっともう口に出すのも怖いんで、ちょっとやば、もういや背筋が、口に出すのも怖いんで言いたくないんですが、階段登ってる音聞こえるんだよね。誰か屋上行ったんだよ今。これこの屋上に続く階段を登ってる音がする。誰か屋上行ってんじゃん今。さっき見てもらった通り、こっからでしか間違いなく屋上行けないんですよ。他に非常口だとかも一切ないし、高い位置なんで当たり前ですけど、壁にはしごだとかもないんですよ。だから今階段の音がしてるのありえないんだよ、本当に。か。ちょっともう電池が
点滅もないので、ウェディングドレスに変化があったら教えてください。皆さんの方で確認をお願いします。僕屋上にいますんでお願いします。ちょっと勇気を出していくか。終わんないしな。さっきこの階段を登って屋上に行く足音が聞こえたんですけど、ちょっと後を追っていきたいと思います。一旦切ります。はい、着きました。開けます。これ誰か立ってたらもう無理だよ、本当に。マジで無理。めっちゃ怖い。遠くのビルだけ電気がついてるのもまた怖いな。もうでも本当にすごいやりがちなことを言っちゃうんですけど、自ら命を絶つと繰り返すって言うじゃないですか。でさっき階段を登っていく音が聞こえたって、ちょっともう繰り返してるっていうことになるわけですよね。ちょうどこの段差からさ、こう上がれちゃうんだよね。この中にウェディングドレスがあったわけですけど、ちょっと一個疑問があって、あのウェディングドレスですね、ものすごいなんか人の匂いがするんですよ。そのずっと例えばタンスにしまわれてたそのタンスの木の匂いとか、クローゼットの中に入ってた匂いとかじゃなくて、香水っぽいような。ちょっとやめて。何カンって。この辺から今カンって聞こえたよ。ほら、ちょっといかんね。今これ神経が高ぶってて、これはまあきしみだ、きしみ。なんだっけ、その人の匂いがするんですよね。シャンプーなのか何なのか分かんないですけど、何が言いたいかというと、なんでウェディングドレスからそんな匂いがするかっていうことですよね。ウェディングドレスってそんな普段着るものじゃないですよね。普段使いしてないとそんな匂いしないですよね。もしかすると普通とは違った使い方をしていたのかなって想像しちゃいますよね。さっき2人で来た時もこっからカンカンって音がしてたって言ってるけど、何やばいんだけど、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと本当にやばいかも。なんかガリガリちょっと見るの怖いっすね、マジで。映ったらどうしよう。耐えれるかな。下まで映んないんですけど、ちょっときついわ。ちょっと電話するか。一回トモさんに電話します。ちょっとやばい。どうした？トモさん全然何にもないとか言ってたけど、ちょっとやばいんだけど。今下の風呂？いや、今屋上。屋上なんだ。もうちょっといろいろありすぎて。そうまずちょっと本当に確認したいんだけど、トモさん下のなんて言ったらいいんだろう、大きい一番メインの部屋あるじゃないですか。入ってすぐのね。そう、あそこからトイレとか更衣室とか屋上への階段とかつながる通路あるじゃないですか。あそこのドアってさ、開けてロックかけた？開けてない？もう勘違いとかでも絶対ありえない？いや、ありえない。開いてたんですよ。どういうこと？あれさ、勝手に閉まるじゃん。わかる。開きっぱなしにならないじゃないですか。ならないよ、あそこは。あそこが開いてて、で、僕がおかしいなって思ったら、ゆっくり閉じてたんですよ。マジ？やばいっしょ。
やばい、それやばい。でそれから他のフロアとか一個一個見ていったんですけど、問題もなく、当然誰かいるわけでもなく、そうしたらさ、ちょっともうこればっかりはちょっともうわかんないんだけど、屋上に登る階段を登っていくような足音が聞こえた気がして。マジで？僕今それで屋上なんですけど、やばいな、それ。いろんなこと起こりすぎてんな。でさっきまさにその現場とおぼしきような場所に座ってたら、なんか壁をガリガリ引っかくような音聞こえて、で僕今目では見えてないんだけど、今誰かいるとしかちょっと思えないんですよ、屋上。でもちょっとね、もう僕も充電がねもうあんまりなくて、もうしばらく検証したら一旦戻ります。そうだね、気をつけて。電話します。はい、気をつけて。はい、お願いします。はい。ちょっともう一回見てて、ちょっと写真撮るか。ここで待ってたら来るのかな。ちょっと待ってみるか。ちょっと一旦写真撮ります。ないか。なんだろうね、でもガリガリ音聞こえるのっておかしいよな。ここから聞こえてたような気がしたんですけど、この中とかありえないよね。きすぎとはちょっとまた種類の違う音だったんで、もう今ですね、かなり時間経ちまして、電池が切れそう。あれから待ってみたんですけど、特に何も起こらず、一旦戻ります。フロアに戻ります。一回切ります。うわっ、落ちてるやん。落ちるかそりゃ。いやこれはね、多分本当にただ落ちただけだと思う。簡単に止めただけなんで、これは本当にシンプルに落ちただけだと思う。ちょっともうこれ電源落ちてるし、さすがにちょっともうかなりバッテリーがなくなってきてはいます。まあ特に異変はない。ちょっとね、雨降ってきてんだよね。これはね、雨の音。さっきもね、ちょっと屋上にいた時もパラパラ降ってきてはいたんですけど、今ちょっと強くなってきちゃったな。どうしようかな、これ。本当にこれ回収してくれとは言われてないんですよ。ただあるっていうことだけを聞いてきたんで、どうしろとか言われてないんですよね。ただこれまたこの袋に入れて屋上のさ、点検口に押し込んでおくっていうのもちょっと気が引けるので、ある程度畳んでどっかしまっておいた方がいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。にしてもかなりすごいね。さっき僕屋上から戻ってきたじゃないですか。この部屋自体がこのウェディングドレスの匂いでね、もう今充満してる感じがしますね。屋上からね落下してしまったっていう女性が、ここのウェディングドレスを着た状態でっていうのはないだろうから、あんまり関係ないんだろうけど、とりあえず一旦片付けるか。でもほんとこれ普段使いしてないとここまでの匂いってつかないよね。で多分これって普通の洗濯機じゃさ洗えないでしょ。
まあでもこの匂いはね、多分洗ってないとか全然あると思う。洗わずに、まあ、どういう使い方してたのかよくわからんけど。びっくりした。びっくりした。風？いや、まあ隙間風っていうこともあるんだろうけど、まあ僕ドアを開けたり閉めたりしてるんで、まあ、ちゃんと閉めてなかっただけだとは思うんですけど、完全にドアの閉まる音だもんね。今閉まってなかったね、こっち。まあこうなるんですよ。だから完全に閉まってない。さっきもこうなってたのかも。じゃあもうちょっと大きい音だったけどね。気味の悪さはね、かなり感じるんですが、今のところはまあこれといって何か大きなことが起きたということはないですね。じゃあドレスをちょっと片付けたいと思います。いいか。ここにしまっておこう。じゃあちょっと一旦これで、撤収します。ちょっとね、もう夜が明けてしまいそうなので、もしかしたらこの場所に関してはですね、また後日再調査に来るかもしれないと。若干不完全燃焼ではありますので、一旦もうバッテリーも限界なので片付けて帰ります。お疲れ様でした。風？いや、まあ隙間風っていうこともあるんだろうけど、まあ僕ドアを開けたり閉めたりしてるんで、まあ、ちゃんと閉めてなかっただけだとは思うんですけど。